はい、こんにちは。カードゲームの学校です。今回はですね、ブラストエースエボカ環境で活躍するデッキを紹介いたします。それでは早速やっていきましょう。シャイングレイモン VS ロイヤルナイツでの強化以降、環境で常に活躍しているこのデッキ。大門マサルを中心としたビートダウンデッキです。このデッキは大門マサルにかなり依存しており、大門マサルがないとほぼ何もできないと言っても過言ではありません。しかし、マサルをサーチできるカードはアグモンしかいませんでしたが、トレーニングの実装によってテイマーをサーチできないメモリーブーストとは違い、確実に大門マサルを手札に加えることが可能になりました。基本的にこのデッキのメインアタッカーは大門マサルなので、積極的にマサルでビートダウンしながら進化コストを踏み倒して場のデジモンを強化していきます。ライズグレイモンがいることで仮にマサルが消滅してもセキュリティに置くことができるので、アタックしながらリーサルをずらすことも可能です。ロイヤルナイツデッキがまた息を吹き返しているようですが、マサルで積極的にアタックしセキュリティに逃がすことでリーサルをずらしつつテンポを握ることが可能です。またこのデッキと対戦する際はセキュリティからめくれる大門マサルが負けに直結する可能性もはらんでいますので、セキュリティアタックをする際は注意が必要です。ワンショットを狙えるバーストモードはもちろんですが、今季は小粒デジモンが多いことやその制圧力からルインモードを採用しているプレイヤーが急増しています。トレーニング実装から活躍していましたが、その対応力で今環境での活躍も確実でしょう。パタモン今季一番のぶっ壊れカードの詰め合わせデッキともいえるパタモンデッキ。ブラストエースで収録されたパタモンを中心としたコントロールデッキです。本デッキは新規のパタモンや希望の使者で進化コストを踏み倒しながらシャイングレイモンルインモードへの進化を目指していきます。新規のパタモンは黄色のレベル2から0コストで進化できるレベル3デジモンで、その効果は自分のメインフェーズ開始時に自分のセキュリティを全て確認し、その中の特徴にワクチン種を持つ木のデジモンカードに進化が可能です。その後自身のセキュリティをシャッフルし、進化した場合は手札から特徴にワクチン種を持つカード1枚を自身のセキュリティの一番下に置くことが可能です。進化元効果は自分のセキュリティが増えた時にメモリーをプラス1します。この効果で VS ロイヤルナイツで収録されたジオグレイモンへの進化を目指し、テイマー展開を狙っていきます。またこのパタモンは進化に成功した際に自身の効果でセキュリティが増えるので、進化元効果までが自身の効果で完結しています。とはいえセキュリティの中に毎度レベル4のデジモンがいるわけでもありません。この効果の補助ができるカードが新規のエンジェモンと高石タケル。エンジェモンは黄色のレベル3から3コスト、パタモンからであれば2コストで進化できるレベル4デジモンで、その効果はアタック時に自身を消滅させることで、特徴にウイルス種を持つ相手デジモン1体を相手のセキュリティの一番下に置くか、ターン終了まで相手デジモン1体の DP をマイナス5000のどちらか一つを破棄可能です。また消滅時にはこのカードをセキュリティの一番下に置き、テイマーがいればデジタマを付加できます。進化元効果は消滅時に自分の手札から特徴にワクチン種を持つ黄色のデジモンカード1枚をセキュリティの一番下に置くことが可能です。新規の高石タケルは黄色の3コストテイマーで、その効果は登場時に自分のセキュリティの上から1枚を手札に加えることで、手札から特徴にワクチン種を持つ木のカード1枚をセキュリティの一番下に置くことが可能です。さらに自分のターン、自分のセキュリティが増えた時に自身をレストさせることでメモリーをプラス1します。セキュリティの中身がわからないとしても、このタケルの効果でレベル4のカードをセキュリティに仕込むことで、パタモンの進化を確実なものにすることが可能です。新規のオプションである希望の使者は黄色の1コストオプションで、その効果は自分のセキュリティを全て確認し、自分のデジモン1体をその中の特徴にワクチン種を持つ木のレベル6以下のデジモンにノーコストで進化可能で、その後セキュリティをシャッフルします。この効果で進化できていて、自分の場に高石タケルがいればリカバリープラス1をします。基本的にこのデッキはルインモードの DP マイナスをほぼ毎ターン与えながら、2段ライズグレイモンの進化元効果を活用し、ルインモードで2チェックを積極的に行っていくプランです。順当進化デッキは DP が大きくマイナスされ身動きが取れず、アグロデッキに関してはほぼ全てのデジモンが消滅対象となり、実質相手ターンに何もさせないことが可能です。強力な進化時効果を持っているカードに対しては引き続きウエネスモンでのロックが機能します。発売当初はあまり話題にならなかったものの、徐々にその強さがバレてしまったこのデッキ。今季で一番注目のデッキです。D ブリガード。新規カードの登場によりさらなる展開力と耐性までゲットしてしまった D ブリガードデッキ。以前まで活躍していた D ブリガードデッキは小粒デジモンでのアグロ戦術を得意としていましたが、本環境からの D ブリガードは順当進化で場を強化しつつ、以前のような大量展開が可能になりました。新規のコマンドラモンは黒のレベル2から0コストで進化できるレベル3デジモンで、登場時に自分のデッキから5枚をオープンし、その中の特徴に D ブリガードかデジタイを持つカード1枚を手札に加えます。残りはデッキの上か下に戻します。ちなみにこのデッキの上か下に戻す際は好きな順番で戻せるので覚えておきましょう。注目すべきは進化元効果。お互いのターンに1回、このデジモンが自分の効果以外で場を離れるときに、特徴に D ブリガードを持つ他のデジモンを消滅させることで場を離れないというものです。効果を発揮するためには他のデジモン
モンが必要ですが、戦闘とほぼ全ての効果に対して耐性を得ることが可能になりました。ハイコマンドラモンは黒のレベル3から2コストで進化できるレベル4デジモンで、その効果はアタック時に自分のデッキの上から3枚をオープンし、その中の特徴に D ブリガードかデジ体を持つ登場コスト3以下のデジモン1体をノーコストで登場可能です。残りはデッキの下に戻します。そしてハイコマンドラモンは名称をコマンドラモンとしても扱います。進化元効果はコマンドラモンと同じく、お互いのターンに1回このデジモンが自分の効果以外で場を離れるときに特徴に D ブリガードを持つ他のデジモンを消滅させることで場を離れないというものです。完全体以降も展開サポートや仲間が消滅した際のサポートができるカードです。カーゴドラモンは黒のレベル4から3コストで進化できるレベル5デジモンで、登場時と進化時に自分のデッキの上から3枚をオープンし、その中の D ブリガードかデジ体を持つ登場コスト4以下のデジモン1体をノーコストで登場可能です。残りは破棄します。進化元効果はお互いのターンに1回他の自分のデジモンが消滅した時に自分のデッキの上から3枚をオープンし、その中のコマンドラモン1体をノーコストで登場可能です。残りは破棄します。究極体のブリガードラモンは黒のレベル5から4コストで進化できるレベル5デジモンです。その効果は進化時に登場コスト合計7までの相手デジモンを消滅させます。さらに相手ターン中に D ブリガードを持つ自分のデジモン全てはブロッカーを得ます。そして自分のターン終了時には自分のデッキの上から3枚をオープンし、その中の特徴に D ブリガードかデジ体を持つカードを登場コスト合計7までノーコストで登場が可能です。残りは破棄します。新規のデジモンで順当進化することで毎ターン2回の耐性とターン終了時の展開が可能となります。そして新規のテーマである玉姫さつきは自分のメインフェーズ開始時に相手デジモンがいればメモリをプラス1できる汎用効果と新ギミックであるマインドリンクを持っています。マインドリンクは自身を進化元にテーマーカードがない対象デジモンの下に置くことができる効果です。進化元効果はこのデジモンが名称にヌメモンか問題モンを含むか特徴にデジ体を持つ間ジャミングと再起動を得る効果とお互いのターン終了時に進化元から自身を登場させる効果です。テーマー登場はテンポロスにどうしてもなりがちですが、新規のヌメモンを使うことでそのロスを補うことが可能です。ヌメモンは登場時と進化時に自身の手札から玉姫さつき1枚を自身の進化元に入れることでターン終了まで自分のデジモン1体に速攻を付与します。そして進化元効果はブロッカーです。基本的にはブリガードラモンへの進化を目指し、耐性を付与したデジモンを維持しながらコマンドラモンを展開し確実に場を制圧していきます。耐性を得たことで場持ちこそ良くなりましたが、展開しすぎるとデキスモンの餌食になることや流行りのルインモードの DP- は苦手としています。新たな力で環境に臨む D ブリガード、順当進化の要素を取り入れる関係上若干事故のリスクもありますが、そのスピード感と展開力で活躍が期待されています。ミラージュガウガモン、バーストモード登場以降環境で活躍しているこのデッキ、 DP アップの手段がなくセキュリティバトルへの不安がありましたが、とうとうジャミングを獲得しました。新規のフカモンは青のデジタマで、進化元効果は自分のターン中進化元の枚数がこのデジモン以上の相手デジモンがいない間、このデジモンはジャミングを得ます。最近活躍しているデッキは進化元が多くなるデッキがあまり多くないため、ジャミング獲得の確率が高いことはもちろん、新規のカードを使用することで進化元も破棄が可能になりました。新規のゴマモンは青のレベル2から0コストで進化可能なレベル3デジモンで、自分のメインフェーズ開始時に相手デジモン1体の進化元を選んで破棄する。さらにターン終了までブロックされなくなります。進化元効果はこのデジモンが消滅するときにこのデジモンの進化元からゴマモン1体をノーコストで登場可能です。そして本段から収録されたエースデジモンも採用しています。ズドモンエースは青のレベル4から3コストで進化できるレベル5デジモンです。そしてこのデジモンは新ギミックブラスト進化を持っており、カウンタータイミングに自分の場に対象デジモンがいればノーコストで進化することが可能です。進化する際注意なのが、カウンタータイミングは相手デジモンのアタック時効果の処理が終わってからなのと、エースデジモンはバトルエリアかカードの下からそれ以外の場所に送られる場合にメモリーを相手側に移すオーバーフローがあるので注意しましょう。その効果は登場時と進化時に相手デジモンの進化元を選んで2枚破棄する。その後進化元を持たない相手デジモン1体を手札に戻します。現在流行りのルインモードについても、自身の DP が1000でも残っていればジャミングで駆け抜けることが可能です。決まればほぼ決着のミラージュガウガモンでしたが、セキュリティ面での不安要素をジャミングを獲得したことでオプション以外での対処が難しくなりました。さらなる力を入れたことでその動きに磨きがかかったこのデッキ、今期での活躍も間違いないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はブラストエースエボカ環境で活躍しているデッキを紹介しました。エースデジモンやさらなるインフレで環境が激変したブラストエース環境、デッキパワーがかなり上がり、一つのミスが負けに直結するシビアな環境になりました。環境が大きく変化したので、今環境への仮想敵やデッキビルドの叩き台として役立ててもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。